所長、はい、東京オリンピック・パラリンピックが終わって1ヶ月が経ちますが、もう4ヶ月後、来年の2月には北京オリンピックが始まるんです。なんか感覚変になるね。もうすぐだね。そうなんです。ということで今回はフィギュアスケートの宇野昌磨選手がこのメーテレのスタジオに初めて来てくださいます。そうだね。3年前にもご出演いただいたんですけど、その時はスタジオじゃなかったですから、初スタジオですね。はい。ちなみにこのスポテンが宇野選手を取り上げるのはなんと30回目。すごいね。まあある意味ずっとこう追いかけさせてもらってますからね。はい、進化を続ける今の宇野選手の魅力に迫っていきます。冬の北京オリンピックまでわずか4ヶ月。東京に続き地元アスリートの活躍が期待される中、注目すべき男がいる。名古屋市出身のフィギュアスケーター宇野昌磨。前回のピョンチャンオリンピックでは4回転フリップ決めました。4回転トーループ決めました。ジャンプを次々に決めるだけでなく、類まれな表現力を武器にあの羽生結弦とともに日本勢ワンツーフィニッシュ。この地方をも大いに沸かせた。その素顔はかなりの天然。メダルを噛んだのかという質問には何の意味があるんですか？あ、俺そうです。無類の愛されキャラも相まって一躍人気者になった。再び北京オリンピックでもフィーバーすること間違いなし。そんな生粋の地元スケーターをスポケンで取り上げることなんと30回目。ついにスタジオ初登場。正直 VTR 見ている時にちょっと恥ずかしかったです。編集してなくしていいですかね。恥ずかしが忖度なしの本音トーク炸裂。俺の中では今宇野昌磨節なんだけど、やっぱ可愛いですね、自分の子は。愛犬エマちゃんとの共演にデレデレ。これまでベールに包まれてきた私生活を惜しげもなく披露。物って片付けないとなくならないんですよ。そこからよかった同志だわ。そこはあの快挙から3年、スケート人生最大の窮地を赤裸々告白。初めて僕はスケートをやめようかなって。濃密なステップを踏み続けてきたからこそ語れる今の思いに迫る。ということで宇野昌磨選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。前回お会いしたのがピョンチャンオリンピック終わった後ということで、一応3年ぶりなんですけど、はい、なんかちょっと大人っぽくなりましたね。そうですかね。そう言っていただけるのは嬉しいですね。自分の感覚としてはこう20歳と23の自分は結構変わってるのかしら。変わりましたね。この3年間いろんなことがあった3年だったんですけれども、考え方だったりなんかいろんなものが自分でいろんなものを見るものがなんか今までと違うように感じるようになって、なんかすごく大人になったんじゃないかなっていうのは感じます。なんかどの若者の20歳から23も濃いことが僕は多いと思うんですね。おっさんの3年間ってね意外にスッていっちゃうんだけどそんな中でも本当にいろんなことがあったと思うんですが、一つね、はい、前回出てもらった時にお互い包み隠さず話しましょうよって言ったら覚えてる？はい、覚えてます覚えてます。覚えてます。覚えてます。今日も包み隠さずよろしくお願いします。お願いします。ちゃんといいことを言わなければいけないと思っていたので、昔は模範的な答えを言わせていただいてました。本音を語り合った3年前の対談。正直スケートをちゃんと真剣に向き合ったのここ数年なんですよ。本当に今を全力でいきたいなと思ってます。あれから3年、
彼は激動のスケート人生を全力で生き抜いていた。名古屋のリンクで生まれ育ったフィギュアスケーター宇野昌磨。滑ってる時がやっぱり一番楽しいって感じ。4回転フリップ入りましたね。4回転トーループ、トリプルトーループ。初めてのオリンピックで銀メダルを獲得。気づけば23試合連続で表彰台に上がり続け、世界で確固たる地位を築いていた。2019年、宇野は一大決心をする。覚悟を決めるっていう言葉があまり好きじゃないというか、もっと大きなことと思って使わないようにしていたんですけど、そんな僕が本当に覚悟を決めたって言える決断をしたのかなと。実に16年もの間慣れ親しんだ名古屋のスケートクラブを卒業。海外へ武者修行に出向き、メインコーチをつけない極めて異例な道を歩んでいた。前回話したことを克明に思い出し、話した時の僕の持った印象を克明に思い出したのは、宇野くんはね、なんかね、言葉を軽はずみに使わない人だって僕は思った。その宇野くんが覚悟を決めるって言葉は、なんか僕にとってはすごくグッとくる言葉なんだけど。僕は正直な話をすると、どうしても離れたかったわけではなく、あんまり、できることならスケート人生生涯名古屋で山田真知子先生、樋口美代子先生の下でやりたかったっていうのは正直ありました。でも前のシーズン、もちろん表彰台に上がって順位としては悪くないシーズンをずっと送っていたんですけれども、練習であればもっとできたって僕は何度も思う試合がほとんどでした。そんな時にもっと成長したいって思いながらも、もう僕を支えてくれてるみんなもやはり練習ではもっとできているのにというみんな焦りを感じたり、僕がここに残り続けるっていうのが、自分にもそしてコーチたちにも枷になってしまっているなっていうのはやはり感じていたので。初めて一人で挑んだグランプリシリーズ。待っていたのは思いもよらぬ光景だった。4回転トーループ、トリプルアクセル。調子が悪くてもアドバイスをくれるコーチはいない。大会中に立て直す術がなかった。トリプルアクセル、大丈夫か。表彰台を逃したことのないグランプリシリーズでまさかの8位。孤独の中どん底にいた。まさにその時だった。やっぱり結果を残すから宇野昌磨っていうのが存在しているスポーツ選手であるからこそそう思ってやってきたんですけれども、なんか悪かった時にこれだけの拍手、温かい声援をくれた皆さんに本当になんか感謝っていう気持ちがすごく出てきて、本当に気づいていたつもりだったけれども、こんなにも皆さんに支えられているんだなって。コーチがいないっていう状態は一番何が違います？僕は技術的な部分は割と今までも自分でやってきた部分が多かったので、結構自分でやるっていうことに自信はあったんですけれども、例えば日頃練習した時に
調子悪い時、自分は調子悪いからもっとやらなきゃって思うんですけれども、それを止める人がまたいない、もっとやることによって悪いっていうイメージをどんどん自分に植え付けて、マイナスな気持ちばかりが自分の中で日頃から生まれていた。本当に初めて僕はスケートをやめようかなって思った時でした。でもあそこでの失敗っていうのがまた自分の人生、スケートもなんか見直すいいきっかけになったなって、あれは必要な失敗だったのかなって、本当にもう一回やり直せますって言われても、もう一回あの失敗を僕はしてほしいって思います。2020年、アルプスの山々に囲まれたスイスの田舎町で暮らしていた宇野。ここで新たなコーチに出会っていた。かつての世界王者ステファン・ランビエール。スイス人指導者のもと心機一転、これまであまりやってこなかったスケート以外のメニューもぎっしり。異国の地で練習漬けの日々を過ごしていた。拠点を置くスイスはどういう雰囲気の場所なんですか？すごく田舎で落ち着いた雰囲気で、改めてそのスケートっていうものに向き合ういい場所だったなっては思います。コーチ、ステファン・ランピエールさん、どういう方ですか？技術っていうよりも人柄を見て、このコーチの下でスケート人生をもう多分最後までやっていきたいって思った方なので、その時に僕が今一番必要だって思っていたのが精神面、そのスケートを楽しくどうやっていく、それはここならできるなって思ってステファンコーチのもとに行きました。話つながってきますね。コーチがいなかった時に感じた自分が今楽しめてるのかどうかをちゃんと教えてくれたりとか、自分の悪い時にこれ以上やってもつまんないよっていうことを教えてくれたりする人が必要だったって言ってたじゃないですか。そうです。あんまりなんか先生っていう感じではないんですよ。本当に一緒に隣を歩いてくれる方って感じなんですけど、僕が英語喋れないんですよまず。コミュニケーションは？そうだから僕ほぼイエスとメイビーぐらいしか喋れなくて。成り立ちますか？ノーじゃないのがいいね。イエスとメイビー。簡単にノーって拒絶するわけじゃないんだ。もうイエスかメイビー。だからあんまり彼の人柄っていうのはもうなんかずっとなんか冗談を言いつつ、すごく選手思いだっていうのは伝わってくるんですけど、英語を早く覚えてほしいっていつも言われますね。一人暮らしも初めてでしょ？一人暮らしはちょっとしてたことはあるんですけど、あんまり自分のことは自分でちゃんとやらないので、僕はスケートのことしか僕ちゃんとやんないんですよ。やんなさいよ。俺かみさんがちょっと用事があって1週間いなかったことがあるんだけど、それで俺の一人暮らしじゃん。なんか分かんないけど当たり前のこと、塩ってなくなったら買ってこなきゃいけないんだみたいな。そうなんですよね。本当に物って片付けないとなくならないんですよね。そこからよかった同志だわ。そこは本当に思うよね。ずっと置いてあるんですよそこに。でも全く動かないです。スイスを拠点に再スタートを切った宇野。ところがその矢先に待っていたのが未曾有の事態。試合は相次いで中止に。日本への帰国を余儀なくされるだけでなく、練習さえもできない日々が続いた。去年9月、半年ぶりにスイスに戻れたものの、大会開催は依然不透明。リベンジの舞台グランプリシリーズも直前で急遽なくなった。新たなスタートを切ろうという矢先にコロナ禍、
やっぱりこう競技生活とか普段の生活とかいろいろ影響を受けましたか？本当に試合があるのかなって、中止になってしまうんじゃないかなって思いながら、それでもやっぱりベストな状態で挑みたいので練習をする。でもやっぱり急になくなった時に、その頑張ってきた気持ちっていうのをどこに向ければいいのかなっていうのを、思って練習する日々だったんですけれども、初めて世界選手権が中止になった時にステファンコーチが泣いていたんですよ。その今日まで頑張ってきた選手たちに申し訳ないと、なんかごめんねと言っていたんですけれども、なんか自分一人だったら絶対にここまでやってこれなかったと思うんですけど、コーチという存在がいたからこそ、こういう状況の中でも今もモチベーションを保ってスケートをやることができています。昨シーズン出られたのはわずか3試合のみ。それでも最終戦ではトリプルアクセル、4回転トーループ挑みました。トリプルアクセルの後に4回転を飛ぶ世界初の大技に挑戦。限られた舞台で今できることを全力で取り組む姿があった。大技にチャレンジする、なんていうの、その気持ちというか。いや、これに関しては言いたかったんですけど、そこまですごいことじゃないんですよ。おお、来たね。俺の中では今宇野昌磨節なんだけど、そこまで、その心はどういうこと？どういうこと？回転数が増えるとか、その新しい種類の誰も飛んだことない種類を飛んでるわけではなく、誰もが飛ぶジャンプを組み合わせたジャンプ。やれない、できないじゃないんですよ。やったことがないだけで、多分やろうと思えばできる人は何人かいると思いますし、これに挑戦したのは自分のモチベーションの向上を兼ねてやったんですけれども、正直自分の中でもそんなにすごいことじゃないって思っているので、さっきの VTR 見ている時にちょっと恥ずかしかったです。俺たちはテロップから何から盛り上げるからね、それをね。さっきの V から今の発言まで全部編集してなくしていいですかね。恥ずかしくなって、いやでも本当にすごい注目してくださってるっていうのは、やっぱり選手たちのモチベーションにすごい直結するものなので、僕はこういう発言をしてしまいますけど、でもすごいありがたいことではあると認識しております。ちょっと他人行儀で。ねえねえねえ、前会った時から何歳年取ったの？もうすごい勢いの大人になってるんだけど、ね、3年間の変化は私生活でも。朝食べたのはホットケーキ。それ帽子っすよ。 YouTuber デビューにエマちゃん、新たなファミリーにもうメロメロ。やっぱ可愛いですね、自分の子は。誰も飛んだことのないジャンプに挑戦し、コロナ禍でもモチベーションアップを心がける宇野選手。実はやる気にさせていたものがまだまだありました。その一つが進化を続けるスケーターの存在。4回転アクセルにチャレンジし続ける羽生結弦選手だけではありません。他の日本人選手に対する意識とかどうですか？鍵山優真選手が本当にうまいんですよ。で、憧れて尊敬してるっていう選手の名前にたくさんいる中の一人として僕の名前を挙げてくださっている。で、最近その子と一緒に練習させていただいてはいるんですけど、モチベーションの向上って言えば、なんかその子にもちろん刺激をもらうっていうのもあるんですけれども、その優真くんはどんどん成長する。僕がこのままだったら彼にとって刺激になれるような存在じゃなくなってしまう。負けたくないとかではなく、純粋に彼にとってプラスの存在でずっとありたいって、最近はすごいモチベーションが高いです。すげえ美しい話だな。俺伸びてきた後輩に「純一さん尊敬してます」って言われたら普通にストレートに天狗だよ。さらにこの夏刺激を受けたのが
東京オリンピックなんです。宇野選手は今までにないくらいオリンピック・パラリンピックを見たそうですね。結構僕ほとんど見ていて、今まで僕スポーツ観戦っていうのをしてこなかったんですよ。でもスポーツってこんなに面白いんだって。知ってます。いやでも本当そうなんですね。改めてスポーツ面白いやと。なんか一つの競技にすごい多大なる時間を費やして、このオリンピックっていう大きな舞台で今までやってきたことを一発の本番で出せるか出せないか、そういう場をなんかオリンピック期間でもうずっとやってるじゃないですか、テレビつけたら。もうそういう瞬間をずっと見られるってすごいなんか面白いし、すごいなって。オリンピックって出ている時はあまり実感ないんですけど、見るとすごい実感があるんだなって思いました。面白い。基本の基本を教わってる感じですよ今。そういうのに俺たちスポーツ番組はだってそこの果てしない面白さを追求してるから。そんな中でこう印象に残った競技とか選手とかいます？めちゃめちゃ緊張する舞台で、その今までやってきた人生をかけてきた人たちが全力をかけてぶつかり合う姿っていうのは、どの競技を見てもやっぱり心にくるものがあったんですけれども、その中でも卓球、伊藤美誠ちゃんと水谷隼さんがペアの卓球をやっていて、準々決勝だったんですけど、すごくリードされていて、そこから見始めて、どうしても僕はスポーツを見るときに当事者の気持ちになるんですよ。その追い込まれた時の心境とか、それだと本当に緊張するんだろうなって思ったりする中で、そこからもう大逆転した姿を見たときに、なんかスポーツってすごいなって思いました。まさか宇野選手にスポーツって面白いですねって言われると思わなかったね。前回の対談から3年、スケートだけでなく私生活でも大きな変化がありました。宇野昌磨 YouTuber になる。宇野昌磨ストロームチャンネルです。去年8月 YouTube チャンネルを開設した宇野選手。自らの演技を解説したり、遅い、やる気がないならやめてしまえ。自身の私生活に的確なツッコミ。ハンバーグ2つに白米。真剣や。一番真剣かもしれない。負けたんかな。リンクでは見られないありのままの姿がギュギュッと詰まっています。中でも人気なのが苦手な英語を学ぶ企画。What did you eat this? こんなもうモーニングとイートだけでわかりますわ。こんな何食べたでしょ朝食べたのはホットケーキ。それハットケーキよ。なんでホットのことハットって言わないの？それ帽子っすよ。What is your favorite word in English? 好きな言葉って僕にはないんですよ、英語で。なんで一番多用してる maybe。 愛が Y です。惜しい。惜しい。でも見たことねえわ、maybe のしてる。みんなさ maybe ってさ言葉には言うじゃん。もう話の間を戻せるために。でも文章に maybe なんて書かないじゃん。多分。すげえ面白いわ。もうすぐ楽屋で登録しますね。すいませんチェックしてなくて。僕の YouTube 見られるの恥ずかしいです。いやだってそのさ、自分の競技解説なんかめちゃめちゃ面白いのは、多分世界で一番辛口ってことでしょ、ある意味。だってその気持ちから何から目標点から分かってるから、あんなめちゃめちゃ面白いですわ。そもそもこれなんで始めたんですか？コロナ禍の影響でアイスショーが全て中止になった時に、僕がそれこそ皆さんに笑顔とか、僕の何かを伝えたいと思ってすごく思っている時期だったので、僕 SNS とか全くやっていないので、何かをしようと思った時になんか人とちょっと違うものをしたいなってことで今 YouTube を始めました。
あと俺が一番心くすぐられたのはハンバーグでかすぎないあれそうだ思い出したわ。野菜食べない話3年前もしてて名言聞いたんだよね。栄養が足りてるから欲しないだけで、もし体の健康が悪くなってそれが野菜が必要だってなったら食べたいって思うと思うので、僕はそれまで食べないです。あれは継続？そうなんですね。この3年経った今もまだ来ないですね。いやもうそろそろだとは思っているんですけど、はいはい、まだ来ないです。バーグに人参ぐらい焼いたらって中から言ってこない？いや言ってこないですね。いや全然なかなか。でもやっぱりこの3年でも体の変化っていうのはいろいろあるので、いずれ体が変化して、本当にそういう時期が来るんじゃないかなとは思っているんですけど。でもなんかそれ心のバランスが取れてればそれでいいってよく言うよね。そうですね。そうですねって僕は野菜を食べた時期がないので、野菜は、一概に必要ないって言い切るのはなんか僕に言う権利があるかどうかは分からないですけども、食べた俺とは比較してないからねそういうことで言えば。そしてもう一つ変わったこと、それが宇野昌磨、犬を飼う。新しく家族に加わった山ちゃんです。去年ワンちゃんを飼い始めた宇野選手。現在実家には3匹の愛犬がいるんです。時にはスイスに長期滞在することも。スケート漬けの日々を癒してくれる必要不可欠なファミリーです。とりわけ宇野選手と相思相愛なのがエマちゃん。エマちゃんがいるときは毎日目覚まし代わりに起こってこの子ね、でもめっちゃ変わってって言って2分後ぐらいにもうなんかグテってして触ると触るだみたいな感じで、マイペースなとこ一緒なのかも。意外と可愛いです。来たぞ。どうした？なんかいる緊ぞ。張するかな。来た。やっぱご主人様のすいませんね。もう遊んでもらうモードじゃん。リラックスしてる。可愛いな。さあということで宇野選手の新しい家族エマちゃんスペシャルゲストとして来てくれました。可愛いし、あとめちゃめちゃおとなしいね。誰かに吠えたりしたりはあんまりしないんですけど、結構走り回ったりとか飛び回ったり、でもずっとお腹見してます。どんな存在ですか？もともと僕ワンちゃんとか動物全部苦手だったんですよ。怖くて。でもなんか自分の子は違うよってマネージャーに言われてたんですけど、いやと思ったんですけど、やっぱ可愛いですね自分の子は。僕がどんな心境でもどうした多分ね、一人嫌いなフロアディレクターがいるね。そうですね。ちょっとなんか一人だけ反応してんだよ。ちょっとうなってましたもんねさっき。僕がどんな心境でもワンちゃんたちって人だったら気を使うじゃないですか。僕が調子悪かったり何か悪いことがあると。でもワンちゃんたちは絶対に気を使うっていうのがないので、それがまた一つ自分の気持ちを支えれるじゃないですけど、なんか可愛いなって、どんな時でも可愛いなって思う存在ですね。犬話しかける時どんな口調？でもエマちゃん。それやっぱ出るよね。最初、なんかそれしますか？するって言われて、いやそんなことするわけないじゃんって言ってましたけど、やっぱしますね。するよね。しますねやっぱり。いよいよ始まる北京オリンピックシーズン。勝負の年。フリーに選んだのはフィギュアスケートの名曲「ボレロ」。振り付けをしたのはなんとランビエールコーチ。競技用のプログラムを作ってもらうのはこれが初めて。
満を持して恩師の作品で大事なシーズンに挑む。ランピエールコーチの振り付け、例えば他の人との違いみたいなものあるんですか？これは結構どの選手も言うんですけど、ステファン・ランビエールコーチの振り付けはもちろんいいものが出来上がるんですけど、ステファンコーチが本人やるとめちゃめちゃ素晴らしいものなんですけど、他の人がやるとすごい難しくて、それに僕がついていけるようにワンシーズン通して近いものをできるように頑張りたいなと思って。それは言うの？なんかそれ先生得意かもしれないけど俺ちょっと無理っすよみたいな。いや、言わないですね。イエスとメイビーだとこれも伝えづらいですもんね。いや、そうなんです。相当今のオリンピックの前哨戦グランプリシリーズ。宇野は開幕戦のアメリカ大会と日本大会に出場を予定している。2年前不本意な結果に終わり、去年はコロナの影響で出ることすら叶わなかった舞台。2年分の思いを胸に、いざトップ6のみが進出できるグランプリファイナルへ。さあ、この今シーズンのグランプリシリーズなんですけど、どんな位置づけになりますか？今年は特に挑戦したいものもたくさんありますし、僕にとってもその試合っていうのが楽しむではなく楽しみなものになってます、今の位置づけでは。今の微妙な差は何？楽しむと楽しみの差は？今までは、緊張をほぐすために楽しむだったり、自分が笑顔な姿を皆さんに見せることで、それが必然とファンの方にも、そして自分のためにもなるので楽しむっていう気持ちだったんですけど、今は試合が楽しみっていう感想になります。僕はやっぱり最初から最後までその宇野選手へのインタビューで何が楽しいって言っても、今のやっぱり言葉の慎重な選び方なんです。楽しむってやっぱりしなきゃっていうのが少しだけ入ってるじゃない。だけど楽しみは湧き上がってくるもんで、これが湧き上がってくるためにずっとやってきたことですもんね。そうですね。だからそれだけ今すごい4年ぶりぐらいにスケートをやっていて、すごくやりがい、楽しさっていうのが込み上がってきている時期なので、やっぱりスケートっていうのが今すごくうまくいってるからこそ楽しいって思うものなんですけど、それでも今すごく楽しいって思えているので、今年は少し宇野昌磨っていうフィギュアスケーター選手として少し期待してほしいなって思ってるぐらい、僕はスケートを頑張りたいなって今思ってます。さあ最後になりますけども、4ヶ月後には北京オリンピックです。オリンピックって多分一つの大会だって意識が強いんですよって3年前言ってたと思うんですけど、今このオリンピックに対する意識はどうですか？そうですね、本当に正直な気持ちを話すと、やっぱり僕にとっては一つの全てが特別な試合。もちろんオリンピックっていうのはそれだけ注目されますし、テレビで見ていても他の試合とは違う特別な試合。でもそれは見る人であって、出る人はもちろん特別な試合だって考えている人もいれば、僕みたいに一つの試合に過ぎないって考えている方もいると思います。まずそのオリンピックに出るっていうこと自体がこの日本では結構難しいことなので、まずオリンピックに出られるように目の前の試合一つ一つを全力で取り組んでいき、本当に今楽しみなのは今目の前の一つの試合。単純に僕が本当に一つの試合の失敗を恐れるのではなく、一つの成功を期待して僕も試合を楽しみにしてます。さあ所長、今夜は宇野昌磨選手の嘘のない言葉たくさん聞かせてもらいましたね。そうですね、3年ぶりなんですけども、天才と話してるなっていう感じがする。あと言葉選びとかもすごく真摯で、おしゃべりの勉強も僕はする感じで楽しかったですね。